皆さんこんにちは。トニー高谷です。今日は床板取り付け用アングルを車体にハンダ付けします。床板取り付け用アングルは車体補強用アングルとも言いますが、なぜ今回車体補強用アングルと呼ばないかについてまず最初にご説明したいと思います。下手な図で極端な形に描いていますが、まず3つの車体断面図をご覧いただきます。まず一番左は側面がまっすぐになっている車両です。スハ43系などの旧型客車やこのような機関車がこれにあたります。アングルを取り付けると床板がピタリとアングルに接します。真ん中の図は今作っているキハ82のように車体裾が絞ってある車両で、アングルの一辺を車体に密着させるようにしてハンダ付けします。そのため左の図の場合と同じくかなり車体の補強に役立ちます。一方で左右のアングルがハの字に傾いてしまうため、床板とアングルとの間に斜めに隙間が空いてしまいます。そのため床板を車体に取り付ける際にはこちらの車両のようにスペーサーを取り付ける必要があります。最後に右側の図ですが、こちらは真ん中と同じく裾が絞ってある車両です。真ん中と違うのは左端の図と同じくアングルと床板がピタリと密着することです。ただし真ん中と左のようにアングルの一辺が車体に密着せずにアングルの頂点だけが車体と接した状態ですので、どこまで補強になっているか疑問でもあります。それでも今回はこちらの方を採用することにします。その理由の一つは活み製のアングル取り付け器具を使用すること、もう一つは床板にスペーサーをつけるのが面倒だという理由です。アングル取り付け器具は20年以上前から活みのほかエコーモデルからも発売されています。けれどもアングル取り付け器具がなかった頃はどのようにしていたのでしょうか。人によっていろいろ方法があったようですが、参考までに私のやり方をご紹介します。まず車体の内幅よりわずかに狭い木製の床板を用意します。床板にアングルを乗せます。適当な板がなかったので大きな穴が開いていますが無視してください。それとここでは省略していますが、裾が絞ってある車両は木製床板の両サイドをそれに合わせて斜めに削っておきます。スケールを当てて車体下端からの寸法を調整しながらアングルを車体にハンダ付けします。床板に指が入る穴を開けておくと作業がやりやすいです。前置きが長くなりましたが実際の作業に移ります。アングルを取り付ける前に車体に吸水口を取り付けます。ご覧のようにプレスで表現されていますが、実物とはかなり形が違っています。それで所定の位置に穴を開けた後にこちらのエンドのパーツをはめ込みます。自作してもそれほど難しくはないのですが、なるべく時間を節約するためにこちらを使用します。まずは 1mm のドリルで下穴を開けます。 1.8mm のドリルで穴を広げます。さらに精密ヤスリで穴を広げながら形を整えます。
針やすりも使います。残ったプレスの膨らみを削り取ります。穴開けが終了しました。裏からパーツをハンダ付けします。最後は表面に出たハンダを削り取ります。ようやくアングルの取り付け作業に移ります。まずアングルの取り付け位置を決めます。使用する台車のレール面からボルスター上面までの寸法を測ります。私は古い篠原のレールに乗せて測っています。今15ミリあります。そこからレールと枕木の高さ4ミリを差し引くと11ミリになります。これに床板用ボルスター、すなわち枕張りですが、その厚み3ミリをプラスして14ミリになります。さらに床板の厚さ1ミリが加わってレール面から15ミリになります。この車両のレール面から車体下端までの高さは80分の1スケールで 12.5 ミリですので、アングルの取り付け位置は車体下端から 2.5 ミリとなります。今4本のアングルをご覧いただいていますが、上の2本が今回使用する新しいアングルです。下の2本は製品に取り付けてあったものです。厚さ 0.6 ミリの真鍮板を使用して大きくて頑丈そうですが、諸事情で使用を見送りました。アングルを取り付ける前に下準備をします。ご覧のように乗客用ドアと先ほど取り付けた給水口のパーツとがアングルと干渉します。その対策としてアングルの一部を削ります。万力に挟んでまずドア部分をヤスリで削ります。この後、給水口の部分も同様に削ります。削り終わったところです。給水口のパーツも裏側を少し削っておきます。
それではこの活身製のチグを使用してアングルを車体に取り付けます。エコーモデル製はまた方式が異なります。また市販のチグを使用しない方法もありますので、参考程度にご覧ください。活身のアングル取り付けチグについては、活身のホームページや YouTube に使用例を載せておられますので、 URL を概要欄に貼り付けておきますので、そちらも参考にしてください。まずチグにあるこちらの隙間にアングルを挟みます。このアングルの厚さは 0.5mm ですので、こちらの隙間も 0.5mm になっています。ただチグセットには 0.5mm に対応するスペーサーが入っていませんので、自作したものを取り付けています。取り付けチグは車体型に乗っかっているだけですので、動かないように作業中は指で押さえていなければなりません。これが結構苦痛なので、ご覧のようにチグの隙間に木製の角材をはめ込んで、作業中にチグが動かないようにしています。車体にアングルを取り付ける際には、ハンダを点付けするように活身は推奨しています。その場合はこのように4箇所とか5箇所は論外ですが、せめてその倍くらいはつけましょう。私は昔から点付けは好きではないので、面倒でも全体にハンダを流します。実際にアングルを取り付けていきます。フラックスをつけてハンダの粒を乗せて、ハンダゴテで熱を加えてハンダを流します。一発目のハンダ付けがうまく撮影できませんでした。ハンダを流し終わったらチグを移動させます。同じようにフラックスを塗ってハンダ粒を乗せて、ハンダゴテでハンダを流します。端までやってきました。この車両はドアステップがあるため、一番端までチグが使えません。見たところアングルと車体との間に隙間はありませんので、ご覧のようにしてハンダ付けしました。今度は反対側の端に向かってハンダ付けします。ハンダゴテの向きが変わるので何かやりにくいです。
運転室側の端までやってきました。もう一方のアングルを取り付けます。木の角材はサイズの異なるものに取り替えています。先ほどと同じように真ん中から両端に向かってハンダ付けしていきますが、一方の端からもう一方の端に向かってハンダ付けしても構いません。ただし霞の説明でも触れていますが、両端から中央に向かってハンダ付けするのは NG です。アングルの取り付けが終わったところです。あとは余分なハンダを除去します。ハンダの除去にはこれまでご覧いただいた場面と同じ道具を使用しています。車体へのアングルの取り付けが終了しました。上の車両はまだ余分なハンダが少し残っています。下の車両には製品に付属の床板を乗せてみました。モーター用の穴のあたりで板が反ってしまっていますので、面倒ですが新たに真鍮板から切り出したものに変えようかなと思っています。今回もご覧いただきありがとうございました。